はい、どうも、こんにちは、カトルです。クワトロチャンネルのね、ガチ勢対談も、これでとうとう6属性目ということで一周回ってきたんですがね、ここに来て、新しい対談ですよ。その名も、ルミナス武器対談ということで、土属性にはね、最強の武器、フルンティングがあるんで、そういったところの評価とかも聞きつつ、多分知りたい人が多いと思うんで、今回はフルンティングオンリーのガチ勢対談ということで、新しい趣旨でやっていこうと思います。はい。それでは本日も、土属性好きのママージさんにゲストとして来ていただきました。では本日もね、もう3回目になりますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。メイド系 VTuber のママージです。お願いします。はい。よろしくお願いします。もうこの短期間に3回目ですからね。いや、もうありがたい限りですよ。土属性ね、それぐらい難しいっていう意味で捉えてもらえるといいんじゃないかなと思うんですけど。いや、でも土属性は本当に、もうこのフルンティングの可能性も含めて、本当にどれが最適なんだってめちゃめちゃ迷ってるんで、そうですね。その古戦場の影響とか、フルンティングとって実際、古戦場のためにとかじゃなくて、そもそもフルンティングに興味があって、今回のタイミングで撮ろうかっていうふうに思ってる人の、ためにもね、なんかいい話が聞ければいいなっていうふうに思うんで、じゃあ実際にフルンティングを見ていきますか。はい。では、一応今回フルンティングの対談ということで、3回目になるんですけど、一応今回の土属性のガチ勢対談としてはここで一区切りにしようと思ってるんですが、まだね、そのグラフェスの内容、次の古戦場直前のフェスでどんなキャラとかどんな武器が来るかがちょっとまだ見えないんで、もし本当に環境破壊的なやばいのが来たら、次はね、ちょっとママーデさんのチャンネルでやろうかなっていうふうに思ってます。これも新しい取り組みですね。ぜひね、生の声を、皆さんの生の声も聞かせてもらえたらなと思うので、概要欄にね、ママージさんのチャンネルと、あと Twitter のリンクも貼ってるんで、ぜひどちらもね、チャンネル登録とフォローしていただいて、実際にフェスとかがいつ来るかもわかんないんで、その辺の情報は、またなんか追って Twitter とかで告知するっていう風な感じですかね。そうですね。YouTube の投稿の方にも上げようと思うので、詳しいスケジュール決まったらそちらでもお知らせしようと思ってます。約定来るかもしれないですからね、ひょっとしたら。そうですね。まだ可能性があるんで。もう来たら、もうニコニコ顔の対談になりますね。そうですね。わーいっていう対談になると思うんで、ぜひ。ということでね、今回フルンティングについてちょっと語り尽くしていきますか。はい。よろしくお願いします。それでは、フルンティングについていろいろ話を聞いていこうと思うんですけど、まず、そもそもフルンティングに対しての評価っていうところで、ちょっと最初に話をお聞きしてもいいですかね。フルンティングなんですけど、現状土属性の中では、間違いなく頂点、一番強い武器って言ってもいいかなと思ってます。じゃあ どういう人が取得したらいいかっていう話なんですけど、古戦場で上位の順位、具体的に言うともう英雄以上ですねを目指す人は取る価値あるかなっていうふうには思ってます。あとポーチ狩りとか含めてディアスポラで砂を掘りたいっていう人は低恩恵ある武器かなっていうふうには思ってます。基本的にその明確な取得の目的がないとちょっと優先順位だいぶ下がってしまうかなっていうのもあって、どうしてもね多分比べられてしまうのがエレシキガルやと思うんですけど、個人的に、土属性好きの人が言ってるのもなんなんですけど、エレシキガルの方が、一般的に評価は上かなと思ってますし、僕個人的にもエレシキガルの方が評価は上やと思ってます。エレシキガル自体は、グラブルの各コンテンツ、砂箱とかストイベとかでも、使えるものにはなってますけど、フルンティングに関しては、良くも悪くも土属性の武器にはなってるので、土属性どうしても極めたいとか、土属性優先して強化したいとか、古戦場で明確な目的があるっていう人以外はちょっと、優先順位だいぶ下がるかなっていうふうには思ってます。なるほどね。確かにエレシキガルはねだいたいエレシキガルでなんとかなる場面多いですからね。そうなんですよね。基本的にね、周回するっていうもう短いレンジって言われると比べてしまうのがサガなんですけど、フルティング自体はめちゃめちゃ強い武器だと思ってますし、特に取って後悔したとか取らなきゃよかったみたいに思ったことは今のところはないので、土強くなりたいよっていう目的があれば取って後悔しない武器かなとは思ってます。なるほど。でもあれですね、古戦場直前っていうところがあるんで、このタイミングで古戦場も視野に入れてみたいなところが結構多いと思うんですけど、古戦場での差はやばそうですよね。そうですね、正直、今の土属性の立ち位置が、結構悪くて、キャラも、強いキャラもちろんいるんですけど、やっぱりこうね、システムの軸となるキャラがなかなかいないっていうのもあっ
て、エレシキガルとかやと、パーティーメンバーを強化してとか一応サポートの立ち位置に回りつつ火力も出せる武器やと思うんですけど、フレンティングに関しては、良くも悪くも主人公の強化のみなので、編成の考えがいがあるという意味ではいいんですけど、使いづらい部分ももちろんあるかなというふうに思います。なるほどですね。自分もフルンティング実際に取得して使ってはいるんですけど、なんか今まで日課でやってたそのフルオートとかもかなり速くなったんで、そうなんかフルオートでも結構なんか雑に殴って強いみたいなところあるじゃないですか。なんかそのディアスポラとかそういうのはちょっとやるかわかんない。高難度なんでちょっとやれないとかちょっとあんまやりたくないっていう人もいるかもしれないですけど、その普段使いとかそのフロー目的で使うっていう風な視点で考えると、フルンティングってどうですかね。基本的にはもう速度っていうものに焦点を当てた武器にはなるので、完全にフロートっていう人が通るかって言われると難しいところではあるかなと思ってます。そのフロート目的でこの武器強いからこの武器取るっていう風な取り方はあんまり推奨できないかなとは思います。ただ速度出したり、手動で冷たいよっていう人がフローでも使えるいい武器やねっていう感覚を持ってるのは全然不思議じゃないかなと。なるほど。じゃああくまでフロートで使うみたいなところはおまけとしてみたいな。そうですね、基本的におまけとして思っててもらえるといいかなと思います。でもあれですよね、なんかフルンティングはなんか他の、ルミナス武器、例えばなんかフレズベルグとか光のルミナス拳とかと比べると結構なんか雑に使える武器みたいな。剣ジョブ、得意武器メインジョブの縛りはありますけど、ターンねぐるぐる回してて強い武器ではありますし、フレスベルグとか光の拳はもう完全にセットプレイみたいな感じでの運用になると思うんですけど、フルンティングに関してはターン終了時とかの恩恵もありますし、そういう意味ではフロートでぐるぐる雑に殴ってる分にも、火力は出せて速い変遷もできるかなというふうには思ってます。なるほど、ありがとうございます。それでは、フルンティング自体の評価っていう風なところに今聞いてきたんですけど、実際ね、その大体の評価は知ってる人が多いっていう風な人も今いると思うんですが、具体的に取得してね、どういう恩恵がある、何ができるっていう風なその具体的なところ気になる人も多いと思うんで、ちょっとそこを教えてもらってもいいですかね。先ほどもちょっとね触れたんですけど、一番多分皆さんがねターゲットにしてるのは、古戦場の討伐速度向上かなっていう風に思ってて、正直、8枚とか14枚とかある程度ね順位目指してっていう人は大丈夫やと思うんですけど、もうそれより上位、英雄ぐらいを目指す人なら正直ないとだいぶしんどいかなっていう風には思ってます。よくは悪くもね、地属性で一番強いかなとか、これを軸になんかムーブとかを考えていきたいかなっていうものにはなると思うので、実際多分ね皆さんもそろそろ古戦場に向けて編成作ってはるとは思うんですけど、肉集めするだけでもね結構しんどいんですよね。なのでそれ以上のね順位を目指すなら持っておいて損はないかなっていうふうに思います。いやー、肉集めめちゃめちゃしんどいっすね。確かに今回フルティングだし気持ちこもってますね。そうなんですよ、めちゃめちゃしんどいんですよ。1日ねそれこそ1時間とか2時間ぐらい肉集めて本戦に臨むとかやと全然いいと思うんですけど、それ以上にね、肉の消費もねアップデート入ってどうなるか分かんないですけど、最近95減るとか150してるだけでもねかなり肉溶けたりはするので、その準備の期間も大事になってくるのでいい武器かなとは思いますけど。なるほど。じゃあまず第一に古戦場でってことですね。確かにもう揺るぎない事実ですね、これは。ですね。他で言うと、ディアスポラになりますかね。合わせて6人のスパー派とかもそうなんですけど、現状ね砂めちゃくちゃ使うんで、それを集めたいよってなった時に、自分の自信のある属性、何か選ばないといけないと思うんですけど、その中で、土属性が好きだよとか、これの属性を主体にして、砂集めしたいよっていう風に思ってるなら、フルンティングは取って後悔しないかなというふうには思います。もちろんね砂もすぐ使うわけじゃないと思いますし、今60数個全部とかいうわけじゃないと思うんですけど、ある程度ね古戦場とかイベントとかの期間に向けて何個集めたいなとか目的がある時にやっぱりこう均等に強化してとか言うと結構しんどくはなると思うので、何かの属性を尖らせたいよっていう人にはフルティングいいんかなと思ってます。でもそうですね、確かにディアスポラはじめそのレバンス系の砂掘りとか、あとはなんかスパバハとかに関してはなんか一個自分のなんか完成した
編成みたいなのを持ってないと、なかなかその根詰めてできないというか。そうですね。逆に言うと、シエテとかで今絶賛砂掘れてるよとか、他のね、属性がめちゃくちゃ強化しててとかいう方であれば、フルンティングの恩恵はちょっと薄れてはしまうので、そういう目的で取るのは費用対効果的には悪いかなというふうに思います。そうか、じゃあ古戦場っていうと、今ちょっと古戦場前なんで、今が多分一番の取り時みたいなところかもしれないですけど、逆に言うと古戦場8枚でいいぐらいの人にとってみれば、さっき言ってたディアスポラとかスパバ派が魅力に感じない場合は結構確かに微妙になっちゃうかもしれないですね。そうですね。逆にね、現状違う属性で、砂掘れてますよとか、違う属性がめちゃめちゃ尖っててとかいう人であれば、なんか金付き150溜まったから無理してみたいなラインではないかなというふうに思います。なんか俺あれなんですよ、結構フルティンはもうエレシュガルの次ぐらいのイメージだったんですよ。なんかさっき言ったフレズベルグとか光のルミナス拳も、もうそのエレシュガルの次のティア2の3トップみたいなイメージだったんですけど、でもこうして見てみるとやっぱ土が好きかどうかってところがやっぱ一番比重が大きいんですかね。そうですね。どこでも土マンとまでは言わなくても、土に自信があったりとか、それこそね、もう実際ガリモンツで3本揃ってて、あとはなんかオプションパーツを入れ替えて編成組み替えて遊んでるよっていうぐらいのプレイヤーに向けた武器かなとは思ってるんで、まだハイランダーだよとか、まだこっから別のね強化の伸びしろが残ってる人に関してはちょっと評価薄れるかなというふうには思ってます。確かに。はい、わかりました。ありがとうございます。それでは、じゃあ実際にルミナス武器を採用した編成例っていうことで、古戦場も近いんで、古戦場用の手動ムーブの例みたいなので、ちょっと見せてもらいますか。はい、じゃあ今回はまず95ヘルの手動想定のところから、じゃあお願いしてもいいですか。はい、シングルワンマイテンに、主人公のメイン石バブで入って、フレンドがティタンを選ぶ形になってます。はい。で、基本的にね、95のレンジ短いんで、もうやること簡単なんですけど、バブ召喚してもらって、マンモス召喚してもらって、で、グロリアス、虚構、で、ナルメアイチさん、攻撃と。詳しいね、トリプルアタックの確率、連撃確率に関しては、クワトロさんにお願いしようかなと思うんですけど、一応全キャラ、TA 確定する形にはなってるので、これで今 29% とかですかね、もう最後の一押しっていう感じにはなってます。なるほど。いやでもここまで出るんだ。俺出なかったこれ俺同じのやったんですけどいやこれ絶対クオン差だな。アダムだけね現状クオン入ってなくて、古戦場でね実際この部分使うならクオン入れようかなとは思ってるんですけど。なるほどね。そう俺もなんか実際に同じような部分やったんですけど、特にサラーサとナルメアのクオンがでかそうだなこれ。もう火力のパーツがね2人になってくるので、この2人のクオンあるなしは結構でかいかなというふうに思います。あれですかね、最悪これでいけなさそうであれば何をしたらいいんだろう。サラーサの3オスとかですかね多分。そうですね、一番早いのがサラーサの3をしてもらえたらもう絶対いくかなっていう感じですかね。主人公のアビもねめちゃくちゃ余ってはいるので、何足してもらってもいくかなとは思うんですけど、サラーサの3結構なんかフレーム秒数というかなんか演出長いんで、なんかもうちょい違うのでもいいかもしれないですけど、でもとりあえずあれですね、4ポチ2召喚そうですね、現状これが一番早いかなっていうふうに思います。いやーやりてえけどできんのかできねえ気がするな俺これ本当極まってんな。極まってる編成ですねマジで。で、オメガ剣ね、普通渾身で積んでるかなと思うんですけど、これ連撃をね絶対ブレさせたくないっていう意味でこれ連撃のつけてたり、ちょっとだいぶおしゃれな形にはなってるんですけど、この詳しい TA 率とか連撃率に関してはちょっと今ここに文字で出してると思うんですけど、こちらを参考にそのキャラの厳選とか、TA に関してはあれですね、アダムとサラーサですね。そうですね、そこをちょっとやってもらえれば TA 確定になるということなので、ちょっとじゃあこれを参考にっていう風な感じですね。はい。で石がどうでしたっけ。そうなんですよ、石もね結構変わってて、なんじゃこれと思うかもしれないんですけど、連撃盛るために春丸が入ってる。でもベリーなしで届くんですね。なんなら本当は入れたいんですけどね、もう一枠追加してくれんかなっていう気持ちはもう山々なんですけど
これあれですね、約定来たら絶対届きますよ、これ。いや、そうなんですよ。そうですね、だってよだめ 3%、違う、よだめ3万削っても届いてるんで、約定1本でも入れた瞬間届きますよ。そうですね。なるほど、じゃあ95ヘルはこんな感じと。はい、じゃあ次に150ヘルですね。はい、150ヘルのムーブが、まあ、今これ出してもらってる主人公がこれはグローリーですか？そうですね。なるほど。じゃあこれでちょっと試しのムーブ見せてもらえますか？はい、バブゴリラで。で、一番最初にウリエルを投げて、フォリアじゃないや、イルノートの2、3をして、まあ、イルノートの起動をさせる形にしてて、で、ゴリラも投げて、で、シンダラでトリガー吸ってっていう形になりますかね。なるほど。で、ある程度強化バフをして攻撃。基本的にはね、どのムーブであっても3ターン締めが一応主になるかなというふうにはあるんですけど、で2ターン目でガレオンとマンモスを投げて、主人公のメロリアスと迷惑。これ今思ったんですけど、極光剣ないんですね、今思ったんですけど。そうですね、まあ剣刀キャラがもう入ってないっていうムーブにはなってくるので、極光剣じゃなくてこっちのアビリティを採用してますね。主人公のね1アビもう1個空いてるので、足りなかったら何かのダメージさせたいかなとか、まだ考える余地は全然あるんですけど、でフォリアの1起動してバブ入れて攻撃ですかね。強っ。これで37とか38ぐらいなんで、プラスで厳選とか、今シンダラとフォリアクオン入ってないんですけど、本番想定で使うなら、シンダラクオン入れようかなと思ってるので、それで届いてほしいなって感じですかね。なるほど。空いてる枠に関しては、主人公のもう1アビとかぐらいしか正直ないかもしれないですけど、石ももしかしたら水着ベリアルとか入れて追撃けたらとかにするかもしれないですけど、現状こんな感じの動きですかね。自分もなんかいろいろフルティンで編成考えてたりしたんですけど、相当自分より簡略化されて、なんかそもそも黒キリンとかじゃないと届かないんですよ、自分の場合。そうですね、なかなかこうね、持ってるキャラとかによってはかなり厳しい値にもなってしまうかなっていうのもあって、今284ぐらいなので、あと400万ぐらいですかね。なるほど。じゃあワムデスの防御値とか考えると、もうちょい厳選したりクオン入れたりするか、もしくはあれですね、早く約定来いやっていうそれもありますね。武器編成がどんなんでしたっけ？武器編成に関しては今こんな感じになってます。なるほど。正直150にするならもしかしたら人形兵2本とかの方がいいかもしれないんですけど、現状ちょっと2本目が作れてなくてこういう形にはなってます。召喚石がこんな感じにはなってて、水着マンドラ入ってないんですね。意外。そうですね、もう水着マンドラを入れようとするとベリアルを抜いちゃわないといけなくて、正直どうしようかなっていう感じではあるんですけど、今の現状のところこういう編成にはなってます。多分水着マンドラを入れるにしてもベリアルが抜けることになるかなと思うので、ちょっと微妙ではあるんですけど、石も全部打ってますしっていう感じですね。これマジで約定来てほしいですね。いや、そうですね、もうほぼ伸びしろがねなかなか限られるので、他の編成でもね届きそうなやつとかはもちろんあるんですけど、シンダルを使ったムーブが一番このトリガーを踏み抜いても大丈夫かなとか、着地点あんまり考えなくてもいけるかなっていうムーブなので、できればこれ改良して本番臨みたいかなっていうふうには思ってます。なるほど、ありがとうございます。いや、いいですね、確かに。はい。ということで、ムーブレイみたいなところまで見せてもらって、大体これでフルンティングの強さについてはイメージができた人がいると思うんですが、実際ね、フルンティングを取って、どんな感じでその土属性周りが、環境が変わるのかっていうところで、
フルンティングありの場合に評価が変わるものとかあれば、ぜひちょっとそれを教えてほしいなっていうふうに思います。はい、まずジョブに関してなんですけど、フルンティングで一番使われるのはグローリーかなっていうふうに思ってます。普段ね、多分グローリーあんまり使うことないかなと思ってて、僕も実際フルンティング取るまでにそんなに使ったことなかったんですけど、グローリーの1アビグロリアスアーツが、アサシン攻撃大幅アップになってるのと、極光剣ですね、新しく極地で追加されたこのアビリティがめちゃくちゃ強くて、火力出してくれるキャラ、剣刀キャラ、地属性にもいるんですけど、そのキャラと相性がいいので、基本的にこのセットで使われることが多くて、評価は結構高いかなと思います。極地できたこの極光剣がなんかかなり強いですもんね、フルンティングの。ね、なかなかムーブ考えづらい中で、これでね、バーストしようと思ってムーブ組めるので、そういう意味ではこのジョブ結構噛み合ってるかなっていうふうに思います。なるほど。じゃあまずグローリーですね。次よく使われるのはベルセルクかなと思うんですけど、得意武器ね、これも剣でフルンティング持てるのはあるんですけど、基本的にね、なかなか地属性もデバフどうしようかなっていう中で、ビーストファングとルブヘジン、この辺を使いながら、ちょっとうまいこと主人公でもデバフ入れながら、火力も出しつつって感じで、ベルセルクはね、他の属性でも、極地が来たんでかなり使われることもあるかなと思うんですけど、地属性も例外なく強いジョブかなというふうに思います。戦場でも多分もしかしたら使うことはあるかな感じのジョブが大きくこの2ジョブかなというふうに思ってます。手動で見せてもらったのはグローリーですし、なんか自分が日課のフロートとかで使ってるのはやっぱり確かにベルセルク多いんですよ。いや、ヘジンマジで強いですね、本当に。ヘジンファンで。そうですね、極地と含め、評価大きく変わったジョブかなと思うんで。フルティンの攻撃力で2回行動してデバフも入れてって単純に書いてることやばいですもんね。そうですね、あんまりね、もう他のキャラのサポート無視でも主人公がぐるぐる殴ってる形にはなるんですけど、それがね、強みのポイントではあるので、そういう意味ではめちゃくちゃ、ね、火力っていう意味ではめちゃくちゃ強いジョブかなと思います。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、ジョブについては、グローリーとベルセルクはもう本当に二大巨頭みたいなめちゃめちゃ影響高いと思うんですけど、土属性のキャラ周りでなんかフルンティングとめちゃめちゃ相性がいいみたいなキャラいますかね。フルンティングと相性がいいというか、フルンティングをねメインに担いだグローリーと相性がいいっていう意味では、その極光剣が打てる剣刀得意キャラ、95でもねさっきお見せしたと思うんですけど、サラサとか、剣刀得意キャラっていう意味でアダムとか、火力出してくれるナルメアとか、この辺の剣刀キャラとめちゃくちゃ相性がいいので、火力出すとか、こんだけ飛ばしたいとかいう意味になってくると、この辺のキャラを使いつつ、編成組んでいく形にはなるかなと思うので、この辺のキャラの評価は相対的に上がってくるかなとは思います。サラーサは結構超越10点集なんで、結構自分も日課で使ってる場面とか多かったんですけど、ナルメはここに来て評価上がるのかっていう感じですね。めちゃめちゃ意外。そうですね、ナルメアはねめちゃくちゃ古いキャラで、ずっと土支えてくれてるキャラにはなるんですけど、現状そのナルメアを超越したぶっ飛ばせるキャラがいないので、これ使うしかないっていう意味ではあれなんですけど、でもね古くから仕事してくれてるいいキャラかなと思います。いやでもフルティにとってグローリーでやってっていう風になると、これで他になんかめっちゃ強い土キャラが来ても多分一番最初に抜けるのはアダムじゃないですか。そうですね。いやなんかしばらくナルメアにお世話になることになりそうですね、これは。お世話になるかなと思います。さっき評価が上がるキャラとか言ったんですけど、逆に評価が下がってしまうキャラももちろんいて、それがアンスリアとか、オクトに関してもね、サラーサと超越の順番どっちかなって悩んでる人いると思うんですけど、フルンティング取った環境で言うと、オクトの最終じゃないや超越の優先順位めっちゃ下がってしまうかなとか、扇系全般に関してはもうフルティング握る時点で相対的に評価下がるかなというふうには思います。そうか、確かにあれですもんね、フロートするときにテジンビーストファングとか使うともう主人公打たないっすもんね。そうですね、もうそもそもねそういう設計でパーティーが回ってないんで、と思うとなかなかね一緒に使うのしんどいかなっていうキャラになってしまいますよね。そうか、一緒に組ませる、自分がなんか一緒に組ませるとしたら、はい、やっぱなんかガレオン・サラーサとかにやっぱなってたんで、あとマキラとか、ってなると、アンスリアはもうあれですよね、なんか強みが1個失われちゃうんで、確実にね1個死にキャラになってしまうので、確かに本当になんかあれですね、本当に長期の将棋、例えばなんかルシフルをするとか、
そういう時じゃないとちょっと出番なくなっちゃうかもしれないですね、アンスリアは。基本的に追撃つけたりとか、バフもつけたりとかいうキャラの方がね評価上がりはするので、そういう意味で言うとなかなかね一緒に組み合わせるのしんどいかなっていうふうにありますかね。そっか、確かに扇寄りというよりかは、通常攻撃寄りみたいな。なんかさっき言ってた取得して具体的にできることで言ってた、スパバハに関しても、今あれですもん、なんかひたすら通常軸で殴りまくるみたいな、そんな方ですもんね、現状。奥義ねガンガン回して、奥義硬直めっちゃ踏んでた昔のスパバハから今はもう通常でねガンガンリノ殴りしてみたいな感じにもなってるので、もちろん敷居は高いですけど、そうなってくるとねキャラの評価もガラッと変わってしまうかなというふうに思います。なるほど。私ここ結構重要な話だったかもしれないですね。強みばっかりにスポットが当たることが結構多いんで。はい、ありがとうございます。じゃあ最後になんか相性のいい武器とかがあれば。評価上がる武器なんですけど、フルーティング使うなら絶対編成に入るよっていう意味ではこのジーク探検が一番評価変わるかなというふうに思います。ハイランダーとか、土のね優秀な武器っていう意味でももちろんねジーク探検めちゃめちゃ評価高いんですけど、より相性がいいっていう意味で、ターン終了時のスリップダメージっていう意味で見れば、めちゃくちゃ強いかなと思いますし、古戦場でもね絶対お世話になる武器かなと思ってます。あれですよね、このスリップダメージのおかげでフルンティングのスキルの第2の、追撃乗せる方にかかってくるんですよね、確か。いやでもそう考えるとですね、ジーク探検とにかく1本はないとなんかフルンティングなんか活かせないまであるかもしれないですね、これね。掘りづらい武器ではもちろんあると思うんですけど、ぜひ作ってほしいですね。攻撃ももちろん強いですけど、特殊の方もね全然使うことあるかなと思うんで、なんでフルティングを取りたい人はジーク探検は必ず用意する覚悟でみたいな感じですかね、じゃあ。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。フルンティングね。そのルミナス武器に対して、古戦場のところも含みで、なんかリアルなところを聞きたいっていう人は結構多かったと思うんで、ためになる話がもしできてたら、すごい嬉しいですね。じゃあ、本日もママジさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、オープニングのところでも言ったんですが、今後、もしなんか本当に環境に大きく変化を及ぼすようなものが来たら、ママージさんのチャンネルで、2人でね、その実装された武器やキャラについての配信っていうのも、もし実装されたらやろうと思うんで、ぜひ概要欄のところにママージさんのチャンネルのリンクと、あと Twitter のリンクも貼ってるので、ぜひそちらから登録とフォローよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ママジさんから最後にちょっと挨拶いただいて、本日も終わりにしていきますか。はい。改めまして、メイド系 VTuber ママジです。本日もありがとうございました。普段ね、生配信を主にYouTube 活動してますんで、ぜひお時間が合うタイミングでお越しいただけたらなと思います。古戦場に関してもね、ある程度ライブ配信しようかなと思うので、ぜひ Twitter とフォローしていただいて、通知もつけていただければめちゃめちゃありがたいです。まだね、いろいろ告知させてはいただくと思うので、ぜひお時間合うタイミングでよろしくお願いします。はい。じゃあ、自己戦場はママさんチャンネルに集合ということですね。よろしくお願いします。ちなみになんですけど、はい、なんか土子戦場でなんか意気込みというかなんか目標とかってあったりするんですか？具体的に順位を測るの結構難しいと思うんですけど、数字で言うと200億ぐらいいけたらいいかなというふうに思ってるので、それぐらい稼げたらいいかなと思ってます。200億って前回ない？ 100 以内に入るんじゃないですかそれ。そうですね、2桁ぐらい目指せたらいいかなと思ってます。めっちゃ熱い。いやもうなんか対談する人毎回そうってもうなんか上位ランキングに突っ込んでいくんだよね毎回。すげえマジで目標は高くね、どうなるか分かんないんですけど、ぜひね。うわやば。じゃあちょっとあれですね、古戦場期間中のママージさんのランキングの動向についてもちょっと楽しみが一つ増えましたねこれはチラチラ見ておいていただけるとうわーってね苦しみながら走ってる姿もお楽しみいただけるかなと思うので、ぜひ。いいね。じゃあちょっとみんなで応援しながらちょっと土子戦場も頑張っていきましょうか。はい、よろしくお願いします。はい。では長らくお聞きいただきありがとうございます。本日の対談はこんな感じで終わりにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。